味方戦車2両行動不能。これフルスピードで突っ込んだるで。高めちゃが危ないね。フルスピードで横転。ゆるふわ軍事チャンネル。皆さんこんにちは。こんにちは。戦車を設計して戦うことができるスプロケット。今回は、とあるアニメに出てきた、ちょっと変わった見た目の兵器を作っていこうと思います。またどんな兵器や？これは、ヴィーナス戦記というアニメに出てきたバイクで、こんな感じの見た目だね。またタイヤ一つしかないやろ。前に新兵器でソ連の空中駆逐戦車紹介したよね。あったな。プロペラで加速して二輪でバランス取るってやつや。その時にヴィーナス戦記のモノバイに似てるって教えてもらって、それから似た構造の矢印米戦車を作るたびにこのバイクのコメントをいただいたんだよね。というか何個この手の戦車作っとるんや。これはもう作らないか。はい、ということで今回遊んでいくのはヴィーナス戦記から戦闘用モノバイハウンドです。スプロケットでは残念ながら一輪にすることができず、タイヤもつけることができないのでリタイにします。確か今後のバージョンアップでタイヤもつけれるようになるで。中央の巨大な天輪で見た目を作るのですが、私が測ったところ、ハウンドのタイヤは97センチありました。リタイの幅は最小にして、リタイ同士の幅も最小にして作ります。ちなみに、ハウンドの車体の長さはどんだけあるん？公式資料によると3メートル20から50センチだね。かなり小さいな。これまで作った戦車の中でも最小、最軽量に近いね。今回はちゃんと動くか不安があったので何度の走行試験を行いながら設計しました。まだちゃんと動いとらんで。やだ、ちょっと恥ずかしい。サスペンションがおかしい感じなのでトーションバーの直径を追索。おう、ぽよんぽよん跳ねとらんで。ちなみに現在スプロケットでは足回りに何かバグがあるように感じます。ではハウンドの車体を作っていきます。車体自体は平らにして後頭パーツを加工する形で作ります。これはなんでなん？ハウンドは平らな面がないから装飾が上手に乗せられないんだよね。平面に乗せた方が歪まず加工しやすい言っとったな。そういうことだね。車体は以前作った円柱を加工して作ります。このように面をエクステンドしながら頂点を作り、先っちょの丸みを表現します。何度か繰り返して面を縮小すれば完成です。おお、丸い形になったで。この方法で作れば半球や球体は簡単に作れるはずです。続いて運転席側に伸ばしていくのですが、これがめちゃ難しい。そういえばこの形は作ったことないな。とりあえずそれっぽい形にして外側のパーツを作ります。画像ではここのところやな。これも円柱をぺったんこにして作っていきましょう。ちなみに動画でこの箇所を作るのは4回目ですね。4回目？さっきの上のパーツよりも形が複雑で何回も失敗したんだよね。確かにこことここで形状が全く違っとるからな。しかも滑らかな曲線を作らないとダメだからね。ちなみに、スプロケットの立体加工というか変形は 3DCG 系ソフトの基本的なことしかできません。これは頂点の移動。辺の移動。そして面の移動の3つだけです。例えば曲線を自動的に作ったり、平らな面から曲面を自動的に作るようなことはできません。ほんま簡単なことしかできんのやな。あとは画面のように線を分割して頂点を作ったり、面を選択して先に伸ばすくらいだね。言い換えれば初心者さんでも簡単に作ることができるのですが、複雑な形を作るのは難しいことがわかりますね。ちなみにこのソフト、いろいろとバグというか不具合があるのですが、このデフォルトキューブもおかしいところがあります。みんなわかるかな？これって未加工の立体やろ？この立体のサイズを見るとわかるんだけど、縦横が1メートル20センチに対し、高さが1メートルしかありません。おい待て、これ正六面体やないで。ね、おかしいでしょ？はい、ハウンド製作に話を戻すと、履体がいやらしくはみ出した状態になってしまいました。まあ形状もおかしいけどな。さすがに見た目が悪いので、ボディを延長するなどして、足回りを強引に隠す方法で作っていこうと思います。なんか新幹線みたいやん。それではこの運転席を作っていきます。こんな感じでニュッと伸ばして、アニメの方では背もたれのところは何もないのですが、さすがに危険すぎるということで車体を伸ばしておきました。これシートしかないんか。ズンちゃんの設計は基本安心安全だからね。毎回ゆかりが被害に遭っとるやん。次にこのシートを作っていきます。もちろん使うのは円柱です。円柱の形めちゃ使うんやな。スプロケットで戦車を作るときは、まずは円柱が作れないとダメだね。背もたれは座面を読み出して作ります。こんな感じでいいかな？天井のフレームは燃料タンクで仮設計して、また円柱を使って組んでいきました。
ほんま円柱は必須なんやな。頭のところは歪んでいるので、スプリットで分割して移動ですね。ちなみに、頭の後ろにはこんなものがついていました。これなんなん？走行板です。そこだけ守るんか。運転席の左右には走行ミラーを搭載。これはただのミラーやろ。後ろのところには謎のハイタンクを装備しました。ハイタンクやめる。多分マフラー的ななんかや。運転席の左右には特に意味がない補助輪カバー。まあ、これはいらんかもしれんな。その補助輪も作るのですが、前作ったアーム付き戦車の構造を応用して稼働するようにしました。視点操作で上下できる方法やな。設定資料によると、補助輪は速度に応じて自動で上下できるようになっているそうです。つまり自動アキラ装置ですね。何言ってんねん。ちなみに、ズンちゃんが作ったこのバイクのような走行車でもアキラすることができますが、13トンもあるので二度とアキラできない足になります。普通のバイクでも多分そうなるで。まあ耐えられるのはゆかりちゃんのカモシカのような足だけですね。それ細い足のことやろ。一応動作確認しておきましょう。おお、下がった。こんな感じで視点操作で上下できる構造にしました。正面を向いているときは上に上がっている状態ですね。完璧です。車体は出来上がったのでその他のパーツを乗せていきます。これは車両後部の荷物入れですね。謎の盗聴装置と通信装置やろ。被弾するとファイヤーする燃料タンクをさりげなく搭載。ズンコの作る戦車は基本ファイヤーするからな。忘れていた手法も乗せておきましょう。私が測ったところ方針の直径は約40ミリ。方身長はあくまでゲームでの設定で 1.7 メートルにしました。42.5 口径40ミリ砲やな。ちなみにウィキペディアでも40ミリと記載があり、バッチリ合っていましたよ。この手法についてはアニメの設定ではレールキャノンとしており、正面走行1000ミリという敵のイキリ戦車を破壊するために作られたバイクとのことで、かなりの貫通力があったと考えられます。1000ミリ？このような装飾もつけて似せておきましょう。上の筒状のものは標準とのことです。あとこの側面部分をへこましたのですが、ゲームではうまく表現できていませんね。そして車両前方下部のなんとかという装飾。万が一地面と接触せえへんような装備やな。アニメではもうちょっと高い位置についていたのですが、ずんのめり防止用にこの高さに搭載。念のためテストしてみましょう。これで前に倒れんようになったで。この装飾が地面に衝突すると強めの抵抗がかかり、機動性も大きく低下します。極力浮かせた状態を維持せんとあかんのか。それでは大量の装飾を乗せるついでに今回テーマとなったヴィーナス戦記について紹介しましょう。ウィキペディアによると、この作品は原作が1987年から90年にかけ漫画雑誌に連載された作品で、1989年、今から30年以上前にアニメ映画化されました。この作品の冒頭10分間の映像は YouTube で公開されており見ていただきたいのですが、舞台は金星ですね。これ地球やないんか。公式からストーリーをコピペすると、コピペやめる。西暦2003年、巨大な氷惑星 P12 が銀星、ヴィーナスに激突した。後に大衝突と書いて、ビッグバンプと呼ばれる現象によって、銀星は大きな変貌を遂げる。無駄にビッグバンプ強調すんな。それまで厚い雲に覆われていた金星の地表を太陽が照らし、衝突で砕けた氷は枯れた大地に酸性の海を構築。時代的に賛成を感じるな。人口の増大に悩んでいた人類は、銀星を人類の住める星に改良し、移住する計画を開始する。西暦2012年には、第一次移民団が到着し、ヴィーナスでのキャッハーな歴史が始まった。どこにもラッハーなんて書かれとらんやろ。こうやって紹介するとみんな興味出てくるでしょ？そんな金星で2つの自治区があって、一つは主人公が暮らしているアフロディアという自治区。なんか作風ちゃうものが出てきたで。そして敵三役のイシュタルという自治区だね。おい待て、これ別のアニメのイシュタルや。そんな謎の自治区が。謎言うな、この紹介が謎やろ。領土問題をきっかけに終わりの見えない戦いをしているというお話だね。そこで使われとるのがこのハウンドというバイクか。ちなみにこのアニメ映画、ガンダムで有名な安彦義和さんが原作、監督を務めており、ハウンドの操縦手で、主人公の声優は少年隊の植草克秀さんが担当しています。なんかまたすごい人登場しとるやん。先ほどの動画を見てもかなり面白そうな感じがするのですが、残念ながら当時の評判は良くなかったそうです。詳細はわからないのですが、安彦義和さんは興行的に振るわなかったことから、アニメ監督を辞めることになったらしく、
次に監督を務めるのは24年後、2015年の機動戦士ガンダム、ジ・オリジンになったと記載されているね。これトラウマ作品やん。この間、ヴィーナス戦記を DVD 化するという話もあったらしいのですが、安彦さんは苦い経験から許諾を長らく出していなかったそうです。2018年にブルーレイ化したことについて安彦さんは、ヴィーナス戦記とそのファンに詫びたい、見てやってほしいと切に願う、とコメントを寄せています。ご本人にとってはほんま黒歴史なんやな。皆さん、興味を持たれた方は、ヴィーナス戦記、ぜひ見てくださいね。はい、後ろの画面では最後となる操縦席の装飾が始まっています。おお、これは作るの初めてやな。車体幅の関係や尾体の位置関係からハウンドと同じものは作れないので、それっぽいものを乗せることにしました。これは操縦感ですね。そして足元には効くか効かないかわからないエアコンの吹き出し口を搭載。やん。最後にそれっぽい色で塗装すれば完成です。それでは車両を見ていきましょう。重量は 13.5 トン。これエンジンめちゃ強力なやつ入れとるやろ。そう、いつもの16気筒エンジンだね。これだけで半分近い 6.3 トンの重量があります。主砲は 42.5 口径40ミリ砲。使用する砲弾は直径4センチに対して長さがなんと90センチもあります。完全におかしいやろ。作品ではめちゃ強い設定らしいので細かいところは気にしないでくださいね。そして最高速度は驚異の140キロに達します。140？ この速度で戦場を走り回ると車両にダメージが入ってしまうので70キロくらいに抑えないといけません。そうなんか。人とのサイズ比較はこのくらいですね。天輪の直径も1メートルもないからかなり小型やな。いつものマウスとの比較でもこのくらいのサイズ感になります。それと、今回重要になる姿勢の維持は、作った補助輪ではなく、従来の雨体パーツを使います。さすがに戦闘中に出し入れするのが無理か。無理ではないんだけど、速度によって車体前方が浮き沈みして、手法が使いにくいんだよね。その手法が固定された状態では狙えないので、動くように設定しました。ではゆかりちゃんを呼んでいつものように試合をしていきましょう。皆さんこんにちは。この車両は一応一人乗りなので私が乗り込んで、ゆかりちゃんはリモートで状況報告、あかねちゃんはどうしようか迷ったんだけど、リモートで車両の操縦やってもらおうかな。私は報酬しながら進路を教えるみたいな感じでやりましょう。またリモートか。それでは戦闘開始。ゆるふわ軍事チャンネル。よいしょ。早速傾いとる。走れば問題ないよ。発進。みんな行くで。まっすぐ前に。おう、感じにバランス取れとる。天輪の位置調整とかかなり難しかったからね。超危ない。行動不能。あかねちゃんそんな激しくしちゃダメだよ。普通に加速しとっただけや。もう一回やり直し。みんな行くで。さっきも言ったけど、最高速度は70キロを超えない感じにしてね。確か壊れてまうんやったな。多分車体が跳ねすぎて、落下ダメージみたいなものが入ってしまうね。平地のシナリオもないからな。速度を抑えながら敵さんまで接近するで。味方戦車2両行動不能。これ味方フルスピードで突っ込んどる。あかねちゃん危ない。味方戦車フルスピードで横転。今空中で火力明ら角度に達していました。明ら角度って何や。それとこれが私視点だね。せっかくなのでこの視点で戦っていきます。こう見るとめっちゃ跳ねとるで。ちなみにシートベルトとかはついてないからね。作品でも、もう人命軽視や。300メートル先、敵戦車。あかねちゃん進路は敵戦車。了解。よし、更新感積んだろう。敵戦車に命中、炎上。おう、うまく命中したよ。次、左の敵戦車。よいしょ。射撃ミス。あー、こいった。上段。下の弱いところがいいのかな。側面を貫通、撃破。感じやん。あれ、敵戦車どこ ?200 メートル後方に敵戦車2両。あかねちゃん左に曲がって進路を敵戦車。了解。これな、さっきからめちゃ機動性悪い。この戦車の欠点は機動性の悪さだね。アクセルを踏みつつ加速しながらハンドルを操作しないとまともに方向転換できません。そうせんとあかんのか。丘の向こう、正面に敵戦車。進路そのまま狙うよ。裏へ40ミリ何度かかる。レールキャノンや。敵戦車撃破。ちなみに公式設定では走行はセラミックとなっていました。カキンって割れそうやな。現代戦車では複合走行としてセラミック走行が使われているそうです。待て、セラミック走行の貫くぞの画像やろこれ。正面に敵戦車。
あかねちゃん加速して接近。このまま側面通過するで。よいしょ。敵戦車の側面に命中。撃破。おお、うまく命中したやん。これね、2軸で上下左右のブレを抑えてるから狙いやすいんだよね。砲塔を水平と縦置きを重ねる方法やな。ちなみにアニメのハウンドも同じように一撃離脱の攻撃方法となっていたそうですよ。今やっとるのと同じ感じなんか。普通の戦車みたいに被弾できないからね。と言いつつ向かい合って攻撃開始。上り坂でめちゃ減速しとったで。前も突っかえてたから加速できないんだよね。敵戦車の正面走行を貫通。撃破。第一波全滅。続いて後半戦やっていくよ。11時の方向。敵戦車。今回はなんと戦車や。パンダーだね。車体側面に命中。撃破。50キロとかでとっても普通に狙えるんやな。なんちゃってスタビライザーのおかげだね。丘の向こうに敵戦車。接近中。速度そのまま。速度そのまま。見えた。艦長。機関通。多分上段。右回りして側面狙うよ。両タイヤ。それにしてもめっちゃ大回りになるな。これね、やっぱり足回りに何かバグがあると思うんだよね。前から最近おかしい言っとったからな。そのまま接近。敵戦車。発砲。待って、これ以上方針が上を向かない。こっち向いとらんし上上がるで。そこ。機関通。側面にビヨーンと命中。機関通。ほら。敵戦車撃破。おお、やったで。残り2両。めちゃ急な坂登りで。これエースと進むや。ここで補助輪展開。姿勢戻った。11時の方向。400メートル先に敵戦車。面倒だしここから狙うよ。プルプルして狙えないけん。何してんねん。プルプルして狙えないけん。これもうおばあちゃんやん。しゃあないので接近して仕留めます。ちょっとあかねちゃんスピード出しすぎ。これ坂道やとめっちゃスピード出るな。丘の向こうに敵戦車。11時の方向。あらやだ、敵さんお尻向けちゃった。サクッと仕留めていきましょう。お尻にポイント。一応貫通。どっちのとこかな。ハンター戦車。撃破。これなんか敵の動きおかしない？多分開発者さんの主義だと思うけど、それ以上はやめとけ。敵戦車。ウポリ1両。さらに丘の向こうに敵戦車。正面。あ、これ手法そっち向かない感じだね。これ一旦通過するで。あれ、これ敵さんこっち狙ってない気がする。せやろ、さっきから別の味方攻撃しとるで。正面にいる味方を狙っているみたいです。これは初めて発生した出来事だね。ということで今回もズンズンチーム大勝利で終わることができました。ゆるふわ軍事チャンネル。戻ってきました。ヴィーナス戦記から作ったハウンドのような戦車どうだったかな？もちろんリアルでは到底使えんような戦車やけど、ゲームでは意外と面白かったな。あと、この操縦手視点が新鮮で良かったと思うで。ちょっと無理な感じの視点にもなってしまったのですが、今回初めて運転席周りを作れて楽しかったですね。普通の戦車でもドライバー視点から見たりできるん。気になってやってみたんだけどできなかったね。そうなんか。今回は偶然カメラの高さと操縦手視点があったということになるね。こういった視点変更もこれからのバージョンアップでできるようになるとええな。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは軍事に関する興味深い内容からゲーム実況を多く投稿しています。初めて動画を見られる方、すでに見られている方もぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。